寿命がものすごい長くて、桜鯛だとか、もみじ鯛という、このラインに、マダイの姿作りということで、今日はね、これ天然のマダイね、このタイを使って、姿作りを作っていきたいと思いますと。タイっていうのはね、養殖も盛んで、養鯛もよく市場には出回るんですけれど、天鯛と養鯛のね、見分け方はまずね、この尻尾ね、尻尾がこう綺麗に伸びているのは天鯛ですと。で、あと見分けるポイントとしてはね、この赤色がね、綺麗に出るのが、天鯛だったりしますかね。養鯛はね、どうしてもね、日光に当たってね、色が焼けるので、この赤が綺麗に出ない場合が多いんですよね。今日は、姿作りにしていくということで、なんとなく難しそうに感じはするんですけれど、普通にね、魚がおろせて刺身が引ければ、そこまで難しいことではないので、今日はね、姿作りの作り方を紹介しようかと思います。なんかね、姿作りってロマンもありますし、かっこいいじゃないですか。参考に作ってみてくださいと。最初ね、鱗を引いて魚をおろしていくんですけれど、姿作りでおろし方がいくつかあって、人によってはね、あえて鱗を残して作るなんて人もいたりするので、その辺はね、後ほど詳しく紹介しようかと思いますと。なんでね、人によっては鱗を残すのかと言いますと、表面ってどうしてもこう鱗が残ってた方が色が綺麗に出るじゃないですか。そういった理由で姿作りっていうのは結構ね、見た目を楽しむ料理でもあるので、見た目にどれだけ重さを置くかで、あえてね、こう鱗を残してさばくなんて方もいたりはしますかね。この鱗を引く際のポイントとしては、普段はね、顔の方まで鱗を取ってしまうんですけれど、姿作りの時は当然ね、この頭と尻尾を残すので、顔の方はね、鱗を取らずに鱗を残して盛り付けに使うと。このぐらいまでですよね。ここまでね、切るかどうかにもよるんですけれど、その包丁を入れる境目までね、鱗を引くといったイメージですかね。当然ね、これカマは残したまま使うので、カマの鱗は残しておくと。人によってはね、これ鱗を引いちゃう方もいるんですけれど、僕はね、姿作りって顔が一つね、目のいくポイントだと思うので、顔の鱗は残しておきますかね。鱗が引けたら、普段はね、ここで、頭を落として内臓を出してしまうんですけれど、姿作りの場合は、ここで一旦洗ってさばきながら内臓を抜いていきますと。全体ね、水洗いしましたら、まずね、エラを取り外しますと。エラはね、これさばくのに慣れている方はわかると思うんですけれど、ここね、ここのラインで1枚膜が張っているので、この膜を最初に切り離しますと。この膜を切り離したら、ここのね、一番頭側の部分が、しっかりとねつながっているので、この部分に包丁を入れて、膜と一番上を切り離すと。裏返して、反対側もね同じようにこのね膜を切り離して付け根を外しますと。ちなみにね、このマダイはね、生け締めのタイなんですけれど、生け締めっていうと普通ね、この頭からざっくり包丁が入ってる場合が多いんですけれど、魚屋さんに言っておけば、このね、姿作りの際に見えづらい場所だけ締めてくれるので、このタイの場合はね、ここのエラ蓋で血を抜いていて、あとね、尻尾に小さく包丁を入れておいてくれてると。こういうね、締め方をしてくれてるので、頭を左に向けて盛り付けた際に、裏になる身のエラ蓋は切り離されているので、だから裏のエラはね、外すのはここの膜だけといった状態ですかね。このね、膜を外しましたら、最後ここのね、顎の付け根でエラがつながっているので、ここを切り離しますと。この際にね、顎とお腹の付け根まで切り離してしまうと、盛り付けた時にね、ここが離れて
見た目がちょっとね、かっこ悪くなってしまうので、これはね、気をつけて、このエラの付け根だけを切るようにしてくださいと。付け根が切り離せたら、これもうあとはね、引っ張れば簡単にね、こうエラが抜けるので、まずはこういった形でエラを抜いてくださいと。これね、人によってはここの状態で軽く水洗いして内臓ついたままね、こう身を外していく人もいるんですけれど、僕はね、内臓をついたまま身を下ろすことに結構ね、抵抗があるので、この段階でね、内臓を抜いてしまいますと。内臓の抜き方はね、まずここのね、胸びれの付け根あたりに1本包丁を入れて、今ね、ここに包丁が入っているんですけれど、ここから、この、魚のへそにかけて、開いていきますと。そうするとここでね、内臓が見えるかと思いますので、この状態で、内臓をかき出してくださいと。このね、内臓をかき出す時はね、こうちょっと気持ち悪いんですけれど、指をね、この辺りに当てて、このね、付け根から引っこ抜くようにすると比較的ね、簡単に内臓抜けますので。ちなみにね、これね、こうやって卵を持っているメスのタイなんですけれど、オスかメスかはね、これ外見でも見分けられて、このね、アイシャドウみたいなね、この目の上に青がうっすらと入っているのはメスと。あとね、なんか顔がね、メスっぽい顔をしてるなんていう人もいますかね。ちょっと丸っこいね、優しそうな顔してるのがメスかなって感じはしますね。内臓を抜いたらここでね、水洗いをして、このエラの血だとかこのね、内臓の触れてた部分を、一旦洗い流しますと。いつもはね、この段階でこのね、血合いをきれいにかき出すんですけれど、これね、腹をそこまで開いていないので、なかなかね、血合いはきれいにかき出せないので、さばいて骨が残った段階で、きれいにするので、ただこの段階ではね、そこまで神経質に掃除しなくても大丈夫なのかなと。その辺のね、加減は何回かやれば自分なりにね、ちょうどいい加減が見つかると思うので、ここからさばいていくんですけれど、これね、表からやる人と裏からやる人といるんですけれど、僕の場合はね、まず表、こっちのね、頭を左に向けた身から外していきますと。この時に残すラインを包丁で引いていきますと。まず頭はね、普段だったらこう斜めにギリギリに入れて身を多く取ると思うんですけれど、頭は割とね、しっかりと残した方が見栄えがいいので、頭から、斜めに、ちょうどね、この中骨の始まりあたりまで包丁を入れますと。いつもはこの辺の身をしっかりと下ろしてしまうんですけれど、この辺の身はね、盛り付けた時に残しておいた方が見た目がいいので、ここからね、へそに向かってのラインで、下ろしていきますと。このラインにこういった形で、包丁を入れますと。この時のポイントとしては、ここにね、包丁入れるとあばら骨に当たると思うんですけれど、あばら骨を切り離さないようにラインを入れると。人によってはこう逆さ包丁で入れる方もいたりしますかね。今度ね、尻尾もね、ある程度は残した方が見栄えがいいので、尻尾もこれぐらいね、残して、ここにラインを作りますと。このね、お腹も同様に、普段はこのギリギリのね、この際に包丁を入れると思うんですけれど、ここもね、ある程度残した方が見栄え的には良くなると僕は思うので、ここもあえてちょっとね、骨に身を残すような感覚でこういうね、ガイドラインを作りますと。ここまで来たら今度ね、この腹の身は、中骨まで包丁を進めていきますと。この時にね、深めにね、こっちに包丁を入れると、ここのね、せっかく残した腹膜を破ってしまうので、ここの加減だけね、
慎重に包丁入れてくださいと。今、この辺が、骨から外れたという状態ですね。で、ここまで外したら今度ね、身を返して背中を下ろしていきますと。この背中もね、同様にこのギリギリを狙うのではなく、多少ね、身を残すつもりで、こういった感じでね、包丁を入れて、この身を外すと。ここでもう身を外してしまってもいいんですけれど、今度ね、これ頭と尻尾が残ってるんで、こっちの身がね、なんかこう不自然にね、頭と尻尾が浮いた状態になって、こっち側の身が下ろしづらいんですよ。なので、まずはね、こっちの身はこのラインを入れて、このお腹の身だけ少し外しておくと。この状態から今度ね、裏の身を下ろしていくんですけれど、盛り付けた時にね、姿作りってこういう状態で盛り付けるじゃないですか。裏の身は顔は見えるので、この辺はね、しっかりと残すんですけれど、このね、際のあたりは見えないので、さっきみたいに気を使ってね、身を厚く骨に残す必要はなくて、この骨のギリギリを狙って、下ろしていきますと。これね、まずお腹にこう包丁を入れてどんどん切り進めて、ちょうどこの中骨、このラインまでね包丁が入ったら、今度背中の身を外していきます。頭をねどれぐらい残すかは好みによるんですけれど、このぐらいね残しておけばいいのかなというところに包丁を入れて、背中をね、切り進めるだけと。この表の身はある程度骨に身が残るように下ろすんですけれど、裏の身に関してはね結構骨のギリギリを狙って、下ろしてしまって構いませんよと。今ねここがちょうどねおそらく中骨まで到達して、あとは身を外すだけなんですけれど、尻尾を外しますと。あばら骨を断ち切れば身が外れるんですけれど、ここでね身を外してしまうと、表と一緒ですよね。今度表の身が下ろしづらくなるので、この状態ですね。ここまで外して、この後に表の身を外しますと。この背中残ってる身を切り離すだけですんで、ここまで来たらね、やってることはねちょっと3枚おろしとほぼ一緒というか、3枚おろしのね順序を変えているだけなので、そんなにね難しいことではないかなと。あとは身を外していくだけと。ここでね人によってはね、このあばら骨をこっちのね骨側に残すなんて方もいるんですけれど、僕はねこれねもうこのまま断ち切ってしまっていいと思っていて、このねタイのねあばら骨ってね結構ね身の表面近くまで食い込んでいるので、無理してこうあばら骨を残そうとすると、ここのね身をねだいぶ削っちゃうんですよ。僕の場合はねこれぐらい残して、ここのあばら骨は断ち切ってしまいますね。最後ねこの残った身の、あばら骨を断ち切りますと。タイの骨とねタイの身と切り離すことができるかと思うので、こっち側はね、ちょっと多めにお腹の肉を残してるので、当然ね、身が小さくなりますと。でこっちはね、比較的しっかりと身は取れるかと思うので、最後ねこの残った血合いをきれいに洗い流しますと。ここまでが姿作りのね、魚のおろし方という感じですかね。血合いを洗うとね、こういった形になるかと思いますので、これね人によってはねここねつなげて残す人もいるんですけれど、これ結局ねこう盛り付ける時にねここをつなげちゃうとこう自由度が低くなるんで、僕はねここね切り離しちゃうんですよね。この辺もね人によって意見は様々だと思うので、好きなようにね作ってくださいと。これね、僕はね顔だけ鱗を残すんですけれど、人によってはね尻尾も鱗を残したりだとか、際まで鱗を残したりだとか、もう好みで自分の感性でお作りくださいと。ここからねこっちの身をさばいていくんですけれど、その間にねこっちの骨は乾燥するとねどんどんヒレがチリチリになっていくので、濡れたねさらしだとかで、覆って保存してくださいと。身をさばいていくんですけれど、これね
さばき方はね、もう普通のお刺身と一緒で、あばら骨をすいて、上と下にね、お腹と背中に渡して、あとは刺身にするだけといったところですかね。桜鯛だとかもみじ鯛という言葉を聞いたことがあるかもしれないんですけれど、桜鯛っていうのはね、桜の時期に取れる、天然のねマダイね。でなんで桜鯛っていうのかっていうと、皮目の色を桜に見立てて、桜鯛と呼んでいますと。もみじ鯛っていうのは逆にね、秋口に取れる天然のマダイのことを言いますと。養殖でもたまにね、もみじ鯛なんていう方もいるんですけれど、基本的にはね、養殖でもみじ鯛っていうのはあまり言わないのかなとは思いますね。桜鯛っていうのは、鯛っていうのはね、春にねこう持つので、だから白子だとか鯛の卵だとかね、それを含めて楽しむっていうイメージ。もみじ鯛っていうのは秋口はね、鯛の身にしっかりと脂が乗るので、この辺もね、桜鯛よりもみじ鯛の方が美味しいっていう方もいますし、人によってはね、桜鯛の方が卵も白子も楽しめるので美味しいなんていう方もいますし、こっからね刺身にしていくんですけれど、これね、一匹丸々ね鯛を食べるわけじゃないですか。そのままね全て同じように刺身にするとどうしても食べ疲れるので、お腹側は皮を引いて、そぎ作りにして、でこっちのね背中側は皮付きのままね松皮作りにしようかと思いますと。これなんでお腹側はそぎ作りにして背中側はね松皮にするのかというと、まずね、お腹側っていうのはどうしてもね、この刺身の形がね、このあばら骨がある分、均一に揃いづらいということで、そぎ作りにしたいと。で、逆にね、背中側っていうのはこのね、比較的凹凸が少ないので、ヒラ作りみたいな作り方にしても綺麗に並べることができると。そういった理由もありますし、あとはね、これね、こう皮を引いた時に、背中側っていうのはね、銀側が残らずに結構赤が見えるんですけれど、お腹側っていうのは、しっかりとね、こう銀側が残ると。ではこのね、銀が残った方が、僕はね、そぎ作りにした時に、刺身が綺麗に見えると思っているので、お腹側は皮を引きますと。で、逆にね、こっちはね、この、湯霜にすると綺麗に赤が出るので、皮付きのまま、使いますといった感じですかね。この辺のねすいたあばら骨だとか血合いなんかは、これ姿作りって最後ね、どうしても骨が残るじゃないですか。残った骨と一緒に鯛めしなんかにするとね、美味しく食べられるので、これはだから別でね取っておいてもいいのかなと思いますんで、こっちはね皮目に熱湯をかけるだけなんですけれど、これ僕の場合はね、熱湯をかける前にこういった形で、皮をねうっすらと皮目に包丁入れとくと、お湯かけた時にね綺麗に開いて見栄えがいいのかなと思うので、包丁入れてから熱湯をかけますと。これね、一応切れる包丁でないと皮だけ切るのは意外と難しいので、なるべくね切れる包丁を使ってくださいと。湯引きするとね、こんな感じで皮が縮まって、このね包丁入れたところが開くと思うので、こんな感じがね見た目はいいのかなと。こっちのねお腹側のね引いた皮もね、鯛の皮って美味しいので、一緒にね火を入れておくと、お刺身のね添え物として使えたりするんで、この辺ね好みでお試しくださいと。ここからねあと盛り付けるだけなんですけれど、盛り付けに使うつま類、姿作りってね結構つま類を大量に使うので、大根だとかねみょうがだとか、その辺はねかつらむきしたり剣にしたりすればいいと思うんですけれど、なんかね、あとはね僕がねよく使う飾り付けはね、これねきゅうり、どう切ってもいいんですけど、こんな形のね飾りをよく作ったりしますし、これはかぼすね、こういうスプーンか何かで中身をまずくり抜いて、多少このヘリをきれいに、整えて、こんな感じで
ジグザグにね切り込みを入れていって、よく柚子でやったりするんですけれど、一周ね、これを繰り返せばちょっとしたね、飾りにもなりますしと。お好きな飾りを使って、盛り付けてください。つまをね準備したら、あとは切って盛り付けるだけなんですけれど、コツってほどでもないんですけれど、この時ね僕はどうするかっていうと、このね何人前も作るような時は、これねこういう感じでね、ちっちゃい刺身のまとまりをいくつも作っていくというイメージで刺身を作りますかね。こういう感じ、3切れずつのねまとまりをいくつか作ってみたり、別に3切れでなくても5切れのまとまりを作ってみたりと。削ぐ時も一緒で、こういった感じでね、そぎ作りの山をいくつか作っていくと。ちなみにね、これはね僕が尊敬してる先輩がいるんですけれど、その先輩からね言われたのは、刺身のね、タイの刺身の中で一番美味しい部分はどこだと思うなんて質問をされて、どういう意味の質問かっていうとね、これ刺身ってこう、背中があって腹があるじゃないですか。例えば背中の真ん中とか背中の頭の方とかタイのお腹の方とか、この中で一切れだけね一番うまい部位が食べたいと言われたら、お前はどこを出すみたいなね質問をされたことがありまして、これもね人の好みによって答えは違うと思うんですけれど、そんなことをね考えながら刺身を食べると、背中とお腹って味が違うんだとか、頭に近い方と尻尾に近い方はちょっと筋っぽいんだとかね、でも旨味が強いなとか、やっぱりいろいろ考えるじゃないですか。なんかね、そのね一匹の魚の中でもなんとなくね味が違うななんて、その時には勉強させてもらってね、そんなことを考えながらね、刺身を食べていたりしますかね。ヒラ作りとそぎ作りだけじゃね、どうしても、刺身に動きが出づらいので、例えばこのねお腹の薄い部分はこう細く切ってね糸作りにしてみたりだとか、この尻尾の硬い部分はさいの目に切ってみたりだとかね。これねせっかくね一匹の魚を丸々食べる機会があるならね、切り方によって味がどう違うのかとか、部位によって味がどう違うのかとかね、そういうのをね考えながら食べてみるのも面白いのかななんて思ったりもしますかね。お腹の方は身が少ないんですけど、背中の方はどうしても身が多く取れるじゃないですか。背中はねこれヒラ作りと、この背中を、そぎ作りにしてもまたね違った食感のお刺身が楽しめるので、湯霜にしたんですけど、片面はね焼き霜って言ってバーナーでちょっと炙ってもいいですし、うまいこと組み合わせていろんなねバリエーションのお刺身を作ってみてくださいと。刺身に作る以外にもねよくやるのは、これ別にね背中でも腹でもどっちでもいいんですけど、尻尾の方のねちょっと歯ごたえのあるような身をねこんな感じで厚みを持たせてさいの目に切って、これ木の芽っすね。木の芽をね軽く叩いて木の芽あえにしてみたりだとか、からすみをちょっと上からね振ってみたりだとか、お好みでお試しくださいと。ここまで来たらいよいよね盛り付けね、大根ね、これかつらむきしたね大根をこんな感じで割ってるんですけど、これを使ってまずはねこのタイの、ベースのね位置を固定しますと。このねだから角度もね人によってはこう結構急な角度に作る人もいますし、僕はねそこまで急な角度には作らないので、この辺もね好みで調整してくださいと。この大根だけだとちょっと不安定だなと思ったら、こんな感じでね串を打って身を固定してもいいですし、この辺はね本当に自由に
調整していただいて、このヒレがなるべくねピンと張っていた方が綺麗に見えるかと思うので、これね胸びれの場合はこのね一番顔寄りの部分をこう一本裂いて、このヒレをこうねエラの中にしまったりなんかすると、こう自然とねヒレが引っ張られてヒレを広げた姿になったりもしますし、背びれもね広げたかったら、これねここに1本だけ短い背びれがあるので、ハサミか何かで切り落として、こういった形でね、この短い骨が取り出せるかと思うので、それをねこの背びれの、裏側に打って止めたりなんかもしますかね。工夫して、うまいことねヒレを広げてくださいと。ヒレを広げたらあとはねもうつまを大量に使って、なるべくね豪華に見えるように盛り付けると。刺身の盛り付けの鉄則としては、なるべくね、奥が高く手前が低くなるようにすると、見た目は良かったりしますかね。絵を描くのに近いと思うんですけれど、ゆっくりと構図を決めたらそれぞれね刺身をこの辺に置こうっていう場所に大葉を敷いたりだとか、先ほど作ったこのすだちを置いたりだとかっていう、なんかあらかたのね刺身の配置を決めて、そこからこれね先ほどこの切り出した刺身を持っていくと。なるべくね同じ作りの刺身が一箇所にまとまらないように僕はねランダムに持っていくという作り方をする場合が多いですかね。この盛り付けもね好みの問題になるとは思うんですけれど、隙間がないようになるべくね豪華に盛った方が姿作りはかっこいいっていう人と、ある程度ね余裕を持たせて作った方が綺麗に見えるっていう人と、感性の問題なので好きなようにね盛ればいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。僕は大きい器を持っていないので、結構ね皿一面に盛るような形になってしまうんですけれど、当然ね大きいお皿がなければ結構ねこんな感じでお皿一面にねパンパンに魚を盛ることになるかと思いますんで、タイってね、寿命がものすごい長くて、結構ね30年生きるだとかね10年以上は優に生きてしまうような魚らしいので、その30年生きたタイを食べるってね若干罰当たりな気もしなくもないかななんて僕は思ったりするんですけれど、なんかあんまり考えられないですよね、魚で30年生きるとかね。ということでね、タイの姿作り完成でございますんで、皆さんも機会があったらぜひ挑戦してみてくださいなと。はい、以上です。